さてと、それじゃあ始めようかな。本日のテーマは、レーダーチャートについてです。リズムゲームの場合だと、譜面の傾向を示す時などに使われていますね。ノーツ数が多い譜面や、瞬間密度が高い譜面など、楽曲ごとに譜面の傾向を確認することができます。これまでのカスタマイズ画面では、パーツを変更することで、入力のリズムが変化するようにしていましたが、シンプルにプレイヤーの性能が変化するパターンも試してみたいなと思いました。ということで、今回はプレイヤーの性能を可視化するレーダーチャートを作成してみます。まずはレーダーチャートで表示する項目を考えてみます。今回のサンプルでは、左のような感じで、プレイヤーの性能を示す5種類の項目を設定しました。プレイヤーユニットの移動速度、通常ショットの届く距離、通常ショットの連射性能、斬撃の範囲、斬撃のモーションスピードですね。カスタマイズ画面でパーツを変更することで、それぞれのパラメーターが変化するようにします。とりあえずはレーダーチャートで表示する内容が決まったので、続いてはレーダーチャートの背景部分を作成します。今回の場合だとパラメーターの数が5個なので、オトショップを使用して五角形の画像を作成しました。パラメーターの数が6個であれば六角形の背景ですね。作成した画像をゲーム画面に配置して項目名のテキストを追加しました。とりあえずはレーダーチャートの背景部分が完成したので、続いてはプレイヤーの性能を表示する部分を作成します。今回のサンプルではラインレンダラーを使用してプレイヤーの性能を表示することにしました。ということで、上部のメニューからラインを作成します。ポジションのプロパティで頂点の座標を設定できるので、左のような感じで基準となる五角形の座標を入力しました。ループの設定を有効にして最初の座標と最後の座標を接続します。線の幅はワイドの値で設定できますね。とりあえずはラインレンダラーで基準の五角形を描画できました。今回の場合はプレイヤーの性能に合わせて五角形の形を変える必要があるので、続いては頂点の座標を操作するスクリプトを作成します。実装のイメージとしてはこんな感じ。頂点の座標を格納する配列を用意して、ラインレンダラーのポジションに値を設定します。頂点の座標については、基準の五角形を描画するときに入力した値を使用して計算します。パーツの性能に応じて、ベクトルを定数倍することで、プレイヤーの性能を表示する感じです。
今回のサンプルでは1つのパーツで2種類のパラメーターが変化するようにしました。パーツ A の場合だと移動速度と連射性能、パーツ B だと移動速度と通常ショットの射程が変化しますね。基準となるベクトル×パーツの性能でレーダーチャートの頂点を設定しています。カスタマイズ画面でパーツが選択されたら矢印の関数を呼び出して頂点の座標を計算してセットポジションで五角形を描画します。ラインレンダラーの表示と非表示を切り替える処理についてはコンポーネントのアクティブ・非アクティブで対応しています。とりあえずはレーダーチャートのスクリプトが完成したのでエディター上で動作を確認してみます。本日も新しく追加した譜面でテストプレイをしてみます。パーツを変更するとレーダーの形状が変化しました。プレイヤーの性能がレーダーチャートに反映されていますね。プレイヤーの性能を可視化することで各ステータスのバランスを確認できるようになりました。今回のテストプレイでは斬撃の性能に特化したカスタマイズにしてみます。通常ショットの射程は短くなりましたが斬撃の範囲が広くなりました。斬撃のモーションスピードにもステータスの倍率をかけていますがさらに倍率を上げても良さそうですね。ということで本日はラインレンダラーを使用してプレイヤーの性能を可視化するレーダーチャートを作成してみました。ご視聴ありがとうございました。